疲れちゃったよ。帰りたい。2回話してペリーが来たとこまでしかまだ進んでないよ。さあさあ、続き話してくわよ。本当に終わるのかな。そもそもなんでここまで開国したくなかったの？アヘン戦争のことも知ってたし、このままじゃやばいって分かってたのに。蒸気船だって日本にはなかったんでしょ？戦争したら負けちゃうよ。やり取りする国を制限するっていうのは三代将軍徳川家光以来のこととしてずーっと続いてたのよ。外国とつながりを持つことで争いに巻き込まれたりして、将軍や幕府の地位が危うくなることを避けてたとも言われてる。それにね、外国と貿易をすると物を買うために金や銀で払うんだけどね、それらがどんどん海外に流れてってしまうことを嫌がった。逆に輸出、日本のものを外国に売ることで国内で必要なものが足りなくなっちゃって、国の中の物価が上がってしまうっていうことも心配したの。最近物の値段が高くなって問題になっているよね。とはいえさ、全部断るのも難しいわけ。そんな中、さらなる重大な問題が起こります。ペリーが日本を去って10日後、12代将軍の家吉が60歳で亡くなってしまう。このタイミングで？継いだのは徳川家定。2回結婚したんだけど、奥さん早々に亡くなってしまってね、後継ぎの子供がまだ一人も生まれてない、病弱とも言われた29歳の後継者がこのタイミングで将軍になりました。ここで将軍が変わるのはさらに混乱しそう。幕府内がね、もうてんやわんやする中、この将軍になりたての家定を老中の主座って立場の安倍正弘、この人がサポートします。ペリーに対抗するための策はね、迅速に取られました。まず始めたのが、外国と戦争になった時に戦うための軍備の整備。平和な世の中だったから、必要ないって禁止してた大型船を持つことをね、各藩に認めたので、幕府もオランダに蒸気船の購入を相談してます。またね、品川に大砲を設置するために埋め立て地を作り始めました。台場って言ってね、その一つが現在のお台場の一部になってます。お台場ってそれが由来だったんだ。前回話したさ、イギリスの人が水戸の浜に上陸した話覚えてる？もちろん、大津浜に勝手に上陸して藩の人たちがカンカンに怒った話だよね。その通り。大津浜のある水戸藩はあんなこともあって、もう防衛に積極的、外国人を追い出そうってする考え方、攘夷、これをね、攘夷しようって考える人が強かったの。そんな攘夷派の代表とも言うべき水戸藩の前の藩主徳川斉昭を幕府に引き入れました。やっぱり開国しないってこと？そこがね、安倍正弘の策なの。反対派のトップに開国を認めさせればさ、他の反対派のみんなも諦めてくれるんじゃないかなって。そんなにうまくいくのかな。徳川斉昭は非常に優秀な人で、今の日本では外国と戦争しても勝ち目がないって分かってたの。だから人前では外国とのやり取りに反対するけど、最終的には合意するつもりだったと言われてるわ。一方、ペリーは何をしたかっていうと、アメリカに帰ったんじゃないの？帰ったと見せかけて沖縄やマカオ、香港のあたりに滞在してました。当時の蒸気船で浦賀から沖縄までは約1週間、当時の琉球王国を脅して石炭を貯めておく倉庫を作りました。香港では日本への贈り物を乗せた船をしばらく待ってたりしました。そして翌年の1月に7隻で再び日本に向かいます。去年から3隻も増えてる？あれ？約束は春だったよね。早すぎない？実はね、ペリーが日本を去った直後にロシアが開国を目的に国書を持って日本にやってきてたの。ペリーはロシアに負けられないって
当初の予定を早めることにしたんだ。それにね、ペリーが出港する日にアメリカ海軍長官、これペリーよりもね偉い人なんだけど、その人から手紙が来てね、蒸気船を一隻中国にいる外交官に渡してって書いてあったの。当時アヘン戦争後の中国はね、荒れ放題荒れててさ、現地にいるアメリカ人の保護っていうのも大事な仕事だったんだけど、ペリーはそれを断って日本に向けて出発しました。上司に逆らって大丈夫なのかな。それぐらいの意気込みで開国に臨んでたんだね。ペリーは2月8日に伊豆沖に姿を現しました。ペリーが予定よりも早く来ちゃったから、幕府は準備が整ってなくてまたもや大騒ぎ。宿題の締め切りが明日までだと思ってたら、今日出してって先生に言われた時の僕と同じだね。それはただのパンちゃんの狩りだからね。日本側はペリーと話し合いをするための交渉団を結成しました。代表は東大の源流の一つとも言われる幕府直轄教学機関のトップ、林福斎です。林家はね、学者でかつ代々幕府の外交を担当していたお家柄で、前の当主はオランダ国王の国書へ返事の手紙を書いています。役職から林大学の神とも呼ばれてます。外交のプロってことだね。最初の日本とアメリカのやり取りは交渉場所をどうするかってこと。アメリカは交渉を江戸でやりたがったけど、林は断固として断りました。なんで？幕府は江戸に外国人を入れることも受け入れられなかったの。最終的に何度も話し合った結果、前回の久里浜よりは江戸に近い横浜に決まります。この場所決めに2週間かかりました。そこからさらに1週間かけて応接所を作りました。応接所は久里浜の去年使ってた建物をばらして横浜に持ってって組み立てて、さらに増築もしました。デートの場所をすぐに決められない男はモテないってパパが言ってた。ハリーくんのパパイケメン教育してる。3月8日、ペリーは446人を引き連れて横浜に上陸します。この絵見たことあるよ。あれ船が7隻以上ある。そう、7隻で出港した後でさらに4隻合流して11隻も日本に来てます。このうちそこにアメリカ側から30人が交渉するための大広間に入りました。大広間の大きさが36畳、ちょうど小学校の教室より少し小さいぐらいかな。日本側は5人、うちのクラスも35人だけど結構教室パンパンだよ。その人数が入ったのは初日だけで、翌日からの交渉は手紙のやり取りだったから、そこまでぎゅうぎゅう詰めでずっと交渉したってわけではありません。上陸したのにお手紙でやり取りするの？話はしないの？日本側にも英語を話せる人っていうのはいたんだけど、条約を結ぶってさ、間違いがあっちゃいけないから一つずつじっくり検討して進めたかったの。手紙の公式なやり取りは幕府側で使える人が多かった言語、中国で使われていた漢文とオランダ語で行いました。みんなはアメリカの要求を覚えてるかな？クジラ漁に出てって漂流した人の救助や食べ物を提供すること、アメリカが太平洋を渡るための航路を確保すること、そしてあとは貿易だよね。よく覚えてたね。幕府側はこの要望をしっかり整理しました。まず漂流した人の救助や水や食べ物の提供は今ももうすでにやってます。そうだよね。昔は大砲を撃って追い出してたけど、アヘン戦争の後に食べ物をあげるようになったんだよね。そうだから、これはすでに達成しているので何にも問題はないって伝えました。逆に貿易についてはもう断固拒否。そもそも人を助けるのと貿易するっていうのは全く関係ないでしょ。そう言われればそうだけど、ペリーもそう言われて、確かにそうだなと考えて貿易について要求するのは取り下げました。林さん、交渉強すぎない？最後に残ったのが航路の確保。ここではね、船が泊まれる港が必要だった。ここが今回の交渉の
最大のポイントになったんです。先制パンチを出したのは幕府側。開港は5年後、それまでは長崎に行ってくださいって回答しました。それって当分は今までと何も変わらなくない？その通り。ベリーもやられっぱなしじゃない。ここで反撃します。今すぐここで港をどこにするのか決めたいと返します。幕府側も全く譲らず、とうとう3月17日、林とペリーの直接対話が始まります。やっと会えたね。そういうことじゃないから。ペリーは5、6箇所港が欲しいと言いました。欲張り。林は断りますが、ペリーに押されて新しい港を2つ用意することを約束しました。お父さんがメールだけじゃ話がまとまらなくて直接会って話した方がいいって言ってたよ。林福斎はペリーとの話し合いの直後にもう江戸に向かって阿部正弘や徳川斉昭と面会し、開港に関する合意を1日で取り付けます。林さん、剛腕すぎない？次の直接対話で静岡県の下田と当時の蝦夷、北海道の函館に港を作ることを伝えました。ペリーもそれに合意。そしてようやく1854年3月31日、日米和親条約が締結されました。わーい、やっとだー。条約は結ばれたけど、アメリカ側は下田や函館がどんなところかわからないし、そこに港を作ったとしてアメリカの人が自由に歩き回ったりしてもいいかなんて細かいルールも、まだ決まってなかった。確かにわけわかんないところに港を作るってなっても困るしね。そうだからまだ終わりじゃないの。この後ペリーは下田、そして函館に向かうんです。まだ終わらないの？交渉の話は一旦休憩。日本とアメリカはこの間に議論だけじゃなくて一緒にご飯食べたり贈り物を贈り合ったりしてるの。わーい、ご飯の話大好き。まず446人が横浜に上陸した3月8日のお昼、日本側からのおもてなしの会が開かれます。江戸の高級料亭の料理がずらーっと300人分、品数なんと100種類以上。100種類？タイ、サザエ、車エビ、いい日本酒。日本側は現在の価値で1億円以上かけておもてなししたんだけど、お刺身はね不評だったらしいし、ペリーの滞在期には軽食って書かれてるだけで感想もほとんどない。食文化が違うからかな。とっても食べきれないぐらいなのに。代わりに僕が食べたいよ、ごちそう。そして5日後、アメリカ側からの大統領からのお土産を渡したいって連絡があります。モールス信号のやり取りをする電信機、大砲や銃や銃剣、望遠鏡、スキなど農具55品、植物の種子48種、そして4分の1サイズの SL 機関車も。公園や遊園地でよくちっちゃい子が乗ってるモデルをイメージしてね。最新の西洋の技術ってことだね。10日後に SL の試運転をした時は、大人の役人が恐る恐る乗って108メートル走ったそう。僕も今でも乗るよ。 SL の乗り物楽しいよね。日本側はお礼に漆塗りのタンスやテーブル、植物の種子、お米やお酒を送ってます。なんかちょっと地味じゃない？これらはね、アメリカ側からのリクエストがあったの。あと力士がそれらを運ぶときに俵を2俵120キロを肩に担いで驚かせたとか、相撲も見せました。当時の大関などが戦ってるペリーの滞在期でも相撲について挿絵付きで非常に詳しく紹介してます。ごちそうより相撲の方が好きだったの？お土産だけではありません。日米和親条約が結ばれた後にアメリカ側からの食事の招待があったの。覚えてるかな？このためにシェフが乗って動物も運んできたって。おもてなしは蒸気船の上、70人が乗船しました。出された食事はフルコースで、牛や羊、鶏、魚、野菜にお酒がいっぱい、シャンパンにワインにウイスキーなんて日本人が飲んだことがないものばっかり。日本人は果物で作ったお酒が好きだったそうだけど、
アルコール度数の強いお酒で粗相がなかったか心配ね。歌を歌って仲良くなれたって書いてあるけど、きっとねどんちゃん騒ぎだったんじゃないかな。お肉がいっぱいでこっちも捨てがたいな。でも江戸時代の人は戸惑わなかったのかな。好奇心旺盛な人が多かったみたい。コースの順序関係なくいろいろ混ぜて食べたとか、和紙に包んで袖の下に入れて持ち帰ったって記録が残ってます。袖の下？鳥一は丸ごと袖の下に入れた人もいたみたい。持ち帰って家族みんなで分けて食べたのかな。いいパパだね。いや、自分の父親の服の中から鳥1羽出てきたら普通にびっくりだから。ベリーはこの後下田に向かったよね。下田ってどういうとこ？というわけで今から下田に行ってみましょう。はい、ここが下田です。踊り子号で来ました。来ちゃったよ、下田。静岡県下田市は伊豆半島の先にある町です。現在は人口が約2万人。ペリーが来た当時は5000人ぐらいの村でした。ペリーはそこで測量をしたり村の様子を視察しています。測量ってのはね、場所の距離や形などを調べることよ。船が止まるのに最適な深さや作りになっているかとか、村はどんなところか、上陸して調べてます。下田は初めて来たけど気温も穏やかですっごしやすそうなとこだね。ペリーは港が使いやすいし村は綺麗でいいところって高く評価してます。幕府もちゃんと使いやすいところを勧めたんだね。滞在中にね、ちょっとした事件も起こります。この人誰？この人は吉田松陰。吉田松陰はもう一人を連れて下田滞在中の黒船に無断で乗り込んでいきました。理由としてはアメリカに連れてってほしいっていうものです。海外をね見たいって。ペリーはここで日本人連れて帰ってしまうとね、幕府との間で問題になっちゃうって。せっかく苦労して条約も結んだのにそれを無駄にすることはできないなって船から降ろして幕府の役人に引き渡しました。かわいそうだけど仕方ないね。外国が見たいからって船に乗り込むって過激だね。この吉田松陰はね、この後ふるさとの長州、現在の山口県に帰ってそこで塾を開きます。塾って言ってもね、受験勉強をしますとか、そういう今で言う塾とは全然違っていて、将来政治家になるとか世の中を作っていくみたいな志のある人が集まって勉強をするっていう感じの場所かな。その塾に通っていたのが日本の初代総理大臣になった伊藤博文など明治維新を支えた人でした。このことについてはね長くなるので、またいつか話そうね。よかった。こっからまた話が脱線したら長くなっちゃう。でもそういう人だからここに銅像が作られたんだね。ペリーは測量などを終えてから今度は函館に向かいます。さすがに私たちはもうここから函館には行けませんので普通に説明するね。コナン君に会いたかったな。フィクションの話だから。ペリーは函館に向かいました。下田は幕府が直接管理している場所だけど、函館はね松前藩が管理をしてます。で、松前藩は幕府からペリーが来ることは教えてもらってたんだけどね、開国の詳細については何にも情報共有されてない。かわいそうに。じゃあ開国のこともペリーから初めて教えてもらったって。相変わらず全部秘密なんだね。現地の役人が何も知らないことを知ったペリーはここぞとばかり自由に歩き回りたい、宿も用意してほしいとかたっぷり要求を突きつけます。幕府からは争わないようにとしか言われてなかったから要求をね全部受け入れちゃったの。ところでパンちゃん、旅から帰る前にすることといえばお土産。旅行のお土産買うの大好きなんだよね。むしろお土産買うために旅行に行きたい。その通り。物の売り買い交易は禁止だったはずなのにそれも認めさせてしまったんです。ほら、
ちゃんと決まり事を伝えておかないから。ペリーたちはね、もう大喜びでいろんなものを爆買いしました。お膳とお椀が796組、茶碗445個、お皿492枚、キセル1643本、傘236本などなど。買いすぎ。僕は沖縄行った時に金色のシーサーの着物買っただけでお母さんにびっくりされたのに。なんでシーサー？金色だったから。しかも1個買ったらもう1個ついてきたの。ペリーたちはね、船にいっぱい荷物を積めるからいくらでも買えちゃう。あと日本は絹をたくさん作っていたんだけど、オランダに豪華な着物を送ったりしてたよね。それぐらい有名だったってこと？そう、ペリーは大量の布を買いました。絹の反物が387単で木綿が106単。反物って何？それってどれくらいの量なの？反物っていうのはね、布のこと。当時は布から自分で服を仕立てることが普通だったの。この1単がね、大人用の着物1着分を作ることができる布の大きさ。今回買った分を今使ってる単位に変換すると、全部合わせて長さが約 5.9km、 重さにして 345kg。 布の単位でキロメートルとか初めて聞いたよ。ペリーは函館でも測量や調査をしています。ジブラルタルに似た良い港だって高評価。ジブラルタルはね、ヨーロッパに古くからある港で、いろんな国がここを巡って争っています。函館も気に入ってくれてたんだね。ペリーは函館での爆買い、視察の後下田に戻ります。どうして？日米和親条約は横浜で結んだけど、細かいところが何も決まってなかったのよ。それを決めるために再び林福斎と下田で話そうって約束してたの。この話し合いがここ稜線寺で行われました。例えば下田ではどれぐらいの距離を自由に歩けるかとか、アメリカは下田から10里四方、伊豆半島がすっぽり収まるぐらいの範囲を自由に歩き回りたいって希望をしてたんだけど、条約では7里、つまり28キロ四方、これぐらいならいいよってところで決着しました。東京ドーム何個分？それで比較しても絶対イメージできないと思う。伊豆の観光名所の方が地図見て分かりやすいんじゃないかな。だいたいね、熱川のバナナワニ園のあたりまで行ける。バナナワニ園とか伊豆がある。ペリーもワニとか見て楽しんだのかな？知ってる？伊豆はライオンもキリンもいないんだよ。ヘビとワニとカメがいっぱいいるの。その時代にバナナワニ園も爬虫類の動物園もないから。他にも食料や薪はどこで補給するのかとか、宿泊できる場所はどことか、トラブルが起こったらどうするとか、追加の取り決めをしてます。そうだよね。細かいことを決めないといざ来た時に問題になっちゃうもんね。ちょっとした翻訳の違いによって後々トラブルが起こるんだけどね。そしてペリーは最後にあるものを欲しいって言います。それが石。アメリカのね、首都ワシントン DC にはアメリカ建国の記念の塔が建っててね、ワシントン記念塔って言うんだけど、その塔を作るのに使うため、アメリカを代表する建物に日本の石が使われてるなんて、日本とアメリカがこの後仲良くするっていう証だね。追加条約を結んで目的を果たしたペリーはアメリカに帰国するのでした。というわけで、今度こそ本当に日本の開国の話はおしまいです。やっと終わった。長かったよ。教科書で1行しか書かれてない裏側にこんな話があるなんて知らなかったよ。この話のために下田まで来ちゃうとは思わなかった。ちなみにここ下田はいい漁港があって美味しい魚介類がたくさん取れます。というわけで、地元のお魚で作ったお寿司を食べて帰りましょう。やったー！